はい、こんにちは。今日はね、マリンジェットやっていきたいと思います。海の上をロケットエンジンを使ってピャーッと走りたいということで行ってみましょう。で、言いたいところなんだけど、前回持ってたニトロセルロースを全部使っちゃったので燃料を作るところからですね。イエロースライムは時間がある時に適当に育てていって、必要分は確保できてる感じかな。で、これね、最近気づいたんだけど、食べさせるものの大きさじゃなくって重さで成長するみたいで、草よりも石を食わせた方が効率が良さそうですね。石はどこにでもあるとは言っても有限の資材なので、むやみに食わせると困ったことになるかもしれないんだけど、ある程度制御しながらだったら大丈夫じゃないかな。ついでにちょっと小ネタなんだけど、最近ね、補修材の耐久性が高いってことに注目してて、これ前から話題にはなってたんだけど、資材の少ないこの場所だと今のところ無限に増やせるイエロースライムと生ゴムで作れるのでかなり重宝しますね。よし、これはこれでいいとして、問題はグリーンスライム。こいつは近づくと爆発するので育てるのが難しいのが分かってるんだよね。1匹しか連れてきてなくって、何かの弾みでお亡くなりになると困るので、まずは無難に育てて分裂させたいんだけど、よっしゃ。で、少し前に公式ディスコードに便利そうなアイテムが登録されたので、今回はそれを使ってみます。材料としてグリーンスライムを生きたまま使わないといけないので、こうやって石にくっつけとけば大丈夫か。その他いくつかの部品が必要なんだけど、大量に必要なのは小麦で、材料を揃えた後で、はい、硝石生産設計図。これね、グリーンスライムと小麦を材料にして育成した瞬間にギロチンみたいにぶった切るっていうかなり血も涙もない装置なんだけど、今回は時間を節約したいのでこれでいきます。これ遠くから小麦を持ってくるよりもここで育てた方が効率いいな。小麦は密集してると生えてこないので間引きするのがめんどくさいんだけど、これも設計図を使えば離れたところに小麦の塊を作ったりできるので効率を上げられますね。これを何回か繰り返して、よし、ひとまずこれだけあれば大丈夫かな。実際にはこの後も途中で同じような作業をしてたりもするんだけど、とりあえず今取ってきた硝石でニトロセルロースを作っていきます。よし、こんなもんかな。ちょっと準備に時間がかかったんだけど、これで実際にマリンジェットを作っていきます。使うロケットエンジンは一つで、こいつに燃料をボートみたいな形になるように組んでいきます。ひとまず1つあたり10キロの燃料を5つ、飾り付けとかは後で考えるとして、だいたいこんな感じかな。早速
水の上で動くかどうか試してみましょう。ニトロセルロースは水より軽いのでちょうどいい感じに浮きますね。構造がシンプルなので配線もシンプルにいきます。人間が乗ってみるとちょっと沈むんだけど、この沈み方もちょうどいい感じですね。では試運転、カメラ、はい、私の視点ではこんな感じなんだけど、予想以上にしっかり動いてますね。っていうか早すぎる一気に隣の島までたどり着くことができました。この島は大陸としては以前来た大陸なんだけど未探索のエリアですね。一発目から予想以上の成果が出ちゃったんだけど、何回か試しても結構楽々に操縦できますね。っていうか一発目は噴射音がおかしかったので2回目の方がいい動きをしてます。出力が強くってバランスを崩したりすることもあるので横に何かつけた方がいいかな。スピードは多分ロケットグライダーの方が出てたとは思うんだけど、地面が近い分かなりスピードを感じますね。この段階ではちょっと映像に取り損ねてるんだけど、時速換算で100キロ出てる時もありました。本当はね、適当に海で遊べたらそれでよかったんだけど、予定を変更してこっちの大陸に進出してみようかな。こっちの島はこの前飛行機から見た時に風車があることは確認できてるので電気系統の部品がゲットできますね。よし、そうと決まれば荷物を積んでいきましょう。もともともうちょい飾り付けをするつもりではあったんだけど、持っていく荷物で飾り付けをすれば一石二鳥ですね。とりあえずニトロセルロースをもう少し積んで余りが出るようにしときます。あっちで使うかもしれないし帰ってくる時用に使うことになるかも。まあっちの島ではモーターとかが入手できることが分かってるし、この前あっちの大陸に飛行機を置いてきたので帰りの心配はしなくても大丈夫かな。で、あとは雑品を積んでいきます。入手できないことが分かってるゴムを少し持っていくとして、多分あっちの島にはゴムの木がないのと他の植物も実がなる木がすぐ見つかるかわからないので植物を持っていきます。ただ積むのも芸がないので適当に飾りっぽく組み立てれば見栄えもおしゃれになったんじゃないかな。あとさっき突っ走った範囲だと V もなかったので太陽光パネルもレア素材かも。イエロースライムもしばらくいないと思うので補修材も持っていこうかな。運びたい資材とデザイン性で折り合いをつけていってるんだけど、もうちょい統一感のあるデザインにした方がかっこよかったかなよし、荷物を積んで重くなったはずなんだけど、果たしてちょっとねスイッチを半固定式にしたんだけど揺れで動いちゃうのってあんまし良くないかな。これは後で固定式に変えるとして、同
思ったよりもスピードが落ちてるし、バランスが悪くなったかもしんない。重心が高くなったっていうのもあると思うんだけど、前が重くなって沈み込んでる気がする。水に沈む部品が増えると水の抵抗が増えて遅くなりそうですね。ちょっと座席を後ろにずらせるようにしてみたんだけど、これでどうだ？悪くない感じなんだけど、全体重量が重くなってるのって停止するとかなり沈みますね。最初あたりで早めに停止しないと本体が吹っ飛んでたので、それで早めに停止しようとしたんだけど、ちょっと早かったか。とはいえおおむね問題点は分かったので、この辺踏まえて最終調整していきます。まず単純に重さでスピードが落ちた分、燃料を少し足しときます。ギリギリ届かないくらいだったので気持ち程度ですね。スイッチは座席を少し後ろにした分、微妙に手が届きにくくなったので気持ち延長しときます。で、同じく重さで水に沈む分、フロートの部品を追加します。水に沈む部品が減るので抵抗が少なくなるはず。あとは滑り落ちないようにベアリングホルスターを使っていざ。結構いけますね。手応え的にかなり余裕があるのが分かったので、もうちょい先まで行けそう。あまり遠くまで行くと探索済みエリアと未探索エリアの幅が空いちゃうので、この辺でいいか？よし、電池を外すタイミングもちょうど良かったかもしんない。燃料もギリギリ燃え尽きる前で原型を保ってますね。とりあえずこいつは起こしといて、よし、これで無事にたどり着くことができました。ということでマリンジェットやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。水中でもロケットエンジンが動くってことだけは知ってたんだけど、いざ使ってみたら予想以上に快適に動きましたね。っていうか、これ空を飛ぶよりも格段に楽だったので、ロケットで遊びたいって人はまず海で遊んでみるのもいいんじゃないでしょうか。で、この島に着いてから少しお散歩してみたんだけど、まあ普通にドローン基地とかがありますね。武器は持ってきてるわけだし、単純に資材集めをしに行ってもいいんだけど、せっかくなので新しい武器を使った方が楽しいかな。ということで次回は散弾銃やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。